こんにちは。ゼロから行政書士第9回です。前回まで人権の分野を学んできました。今日からは統治機構に入ります。国の仕組みを支える国会内閣裁判所を順番に見ていきます。この3つが役割を分担し、互いに抑制し合う仕組みです。これを三権分立と呼び、権力の集中を防いでいます。第9回のテーマは、その一つ目、国会です。まず、国会の地位を確認します。憲法第41条は、国会を国権の最高機関と定めています。これは、国民が選んだ代表の集まりだからこそ、と説明されます。さらに、国会は国の唯一の立法機関ともされています。唯一の立法機関とは、法律を作れるのは原則として国会だけという意味です。行政や司法ではなく、国民の代表が法律を定めるということです。国会は主権者である国民の代表で構成される大切な機関です。日本の国会は二院制をとっています。衆議院と参議院という2つの議員から成り立っています。2つの院で審議することで議論を慎重に行えます。一度で決めず二段構えで確認するイメージです。一方の行き過ぎをもう一方がチェックする役割もあります。また、多角的に国民の意思を反映する狙いもあります。衆議院と参議院では任期や解散の有無などに違いがあります。二院制で問題になるのが両院の意見が食い違う場合です。この時、一定の事項では衆議院の意思が優先されます。これを衆議院の優越と言います。衆議院は任期が短く、解散もあるため、より民意に近いと考えられるからです。選挙で最近の民意を反映しやすいという点がポイントです。重要な事項ほどこの優越が広く認められています。衆議院の優越の例を表で確認しましょう。法律案は参議院と異なっても衆議院で3分の2以上の賛成で再可決できます。この3分の2という数字はよく問われるので覚えておきましょう。予算や条約の承認、内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が優先されます。これらは両院協議会を開いても意見が一致しない場合などのルールです。予算については衆議院に先に提出する先議権も認められています。さらに内閣不信任の決議は衆議院だけができます。次に法律ができるまでの流れを見ておきましょう。まず法律案が提出されます。議員のほか内閣も提出できます。実際には内閣が提出する法律案が多くを占めています。提出された法律案はまず委員会で詳しく審査されます。その後、本会議で議決され、両院で可決されると法律が成立します。実際の審議は委員会が中心になって進められます。成立した法律は最後に天皇が公布して国民に知らされます。国会議員には活動を守るための特権があります。一つ目は不逮捕特権で、会期中は原則として逮捕されません。逮捕を恐れて発言を控えることがないようにという配慮です。二つ目は免責特権で、議員で言った演説や評決について責任を問われません。三つ目は国から歳費、つまり給与を受ける権利です。これらは議員が自由に活動できるようにするための仕組みです。特権について注意点を補います。不逮捕特権には例外があり、現行犯の場合などは逮捕されます。また、議員が許可した場合も、会期中に逮捕されることがあります。免責特権は、議員で言った発言などについて、院の外で法的責任を問われないものです。ただし、党の内部での責任などがまずぐれるわけではありません。いずれも国民の代表としての活動を守るための制度です。ここで今日のクイズです。内閣不信任の決議ができるのは次のうちどれでしょうか。
A は衆議院のみ、B は参議院のみ、C は両方です。少し考えてみてください。正解は A の衆議院のみです。内閣不信任決議は衆議院だけが持つ重要な権限です。衆議院の優越の一つとしてしっかり覚えておきましょう。今日のまとめです。国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関です。日本は二院制を取り、一定の事項で衆議院の優越が認められます。特に内閣不信任決議は衆議院だけができると覚えましょう。国会議員には不逮捕特権、免責特権歳費を受ける権利があります。統治機構の第一歩として国会の全体像を押さえておきましょう。次回は憲法の第7回内閣です。議院内閣制の仕組みや内閣の権能を学びます。内閣総理大臣の地位と権限にも注目していきます。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。